タカチャファルコンズの千秋です。安藤です。今日は触らない痴漢が急増しとるっていう話を取り上げていきたいんやけど、触らない痴漢ってどういう痴漢かわかる？匂いを嗅いだり露視するやつじゃないの？まあそうやな。じろじろ見たりとか、至近距離で匂いを嗅ぐとか、あとは他に席が空いとんのにわざわざ隣に座ってくるとか、そういう物理的な接触が伴わない痴漢行為を触らない痴漢っていうんやけど、最近京都で触らない痴漢で逮捕されたっていう事例があって、今年の6月中旬の朝、京都市伏見区を走る電車の中で16歳の女子高生がスースーと荒い息遣いを感じて振り返ると、不自然に背後に密着した男に髪の匂いを嗅がれていたと。で、高校生は気持ち悪いと思ったけど、痴漢かどうか判断できず警察に相談することができなかった。で、約20日後、男が電車内で再び高校生の匂いを嗅いでいる現場を警戒中の警察官が確認し、被害が明らかになったっていうことがあって、京都府伏見署が10月に迷惑行為防止条例違反の疑いでこの男を逮捕したと。で、京都府警によると、宇治市に住む48歳の男で同じような行為を繰り返しているとして、以前に京都府警から警告を受けていた。逮捕前の任意の取り調べで、週5日ほど電車に乗り女性の匂いを嗅いでいるなどと話し、京都府警は悪質性があると判断して逮捕に踏み切ったっていう事件があって。常習犯やったよな。そうそう。関西テレビ局がこの容疑者の男を直撃インタビューしとって、動機を聞いとんだけど、なぜ匂いを嗅ぐ犯行に及んだっていう質問に対して、興味があったからと。で、触るんじゃなくて匂いを嗅ぐのはなぜかって問われて、匂いの方が興奮するからって言っとんの。そういうフェチなんやろな。で、匂いを嗅ぐことを罪やと認識しとったかっていうと、それは認識してなかったと。結局今回逮捕されたんやけど、やっぱこういう触らない痴漢っていうのは、なかなか立証するのが難しいらしくて。確かにな。明るみになってないんよ、全然。ただ、ある調査会社が大学生を対象に行ったアンケートで、触らない痴漢被害に遭ったことがあるかっていうアンケートに対して、女子大学生の 21% が、あるって答えとんのよ。結構やな。気づいてない人もおるかもしれんけどな。これ、基本的には迷惑防止条例が適用されるんやけど、なかなか立証されづらいっつったんやけど、実際にこれ処罰された判例があって、それがショッピングセンターにおいて女性客の後ろを執拗に付け狙い、デジタルカメラ機能付きの携帯電話でズボンを着用した女性の臀部を至近距離から数回撮影した行為で、被害者を著しく周知させ、被害者に不安を覚えさせるような卑猥な言動に当たるとした判例があると。これは平成20年の判例なんやけどな。じゃあ結構前やな。触らんかったら罪に問われやんかっていうと、被害者がいやらしいとか不安やって感じたのであれば、卑猥な言動として迷惑防止条例違反として処罰される可能性があると。近年な、トナラーとかさ。隣に座ってくる人。そうそう。ガラガラやのに隣に座ってくるトナラーおじさんとかが問題になっとったんやけど、これですら相手が不快やって感じたら、迷惑防止条例でしょっぴかれる可能性があるよっていう。確かに今回の事件は明らかに痴漢、匂い嗅ぐとかは被害者がおる事件やけど、自分からその匂いを嗅ぎたくて嗅ぎに行くのはアウトやろ、でも。そうやな。SNS 上やと、こんなん女性の自意識過剰やろっていう声もあれば。出るわな。これで罪に問えるんやったら、冤罪ばっかりになってしまうとか。あとは男は息するだけで捕まる時代になったかみたいな。いや、あと面白いのが、男はスメハラ、匂いで訴えられるっていうか、不快に思われとんのに、さらに向こうからの対してもセクハラみたいに思われるの、もう電車乗れんみたいな意見も結構あって。自分の発する匂いですら不快に思われるのにってこと。不快に思われる。そう。今回の件に関しては、意図的に匂いを嗅ぎに行っとるから、アウトやわな。それはもちろんアウトやんな。やられたら、男でもそんなんやられたらめっちゃ気持ち悪いしな。そう。これ対象がさ、今回は女性やったけどさ、逆に女が加害者になって、男が被害者っていう場合も出てくるかもしれんしな。匂いって言い出したらさ、やたら香水の匂い強い女とかもおるからさ、あれはあれですげえ迷惑やけどな。こういうのがもうどんどん痴漢として騒ぐようになってきたら、はっきりした基準がない限りは揉めそうやけどな。やってないとか。でも人が少ない車両やったら目立つけど、満員電車でどういう行動すれば疑われんとかも難しいからな。ナチュラルに鼻息荒い人とかもおるやんな。おる。そういうやつが満員電車で後ろにおったらもうそれだけで捕まりそうやんな。で、スーハーって思われたらさ、たまったもんじゃないけどな。そう。あと電車乗る前にな、ちょっと走り込んで。息切れした状態でさ、ぜいぜい言ってもアウトって言われたら、それはちょっと
かわいそうやけどな。でも逆に、こういう明らかに異常行動しとるやつって、周りから見てもおかしいとはわかるけどな。明らかに。確かにな。この人も何回もやっとるもんな、同じことをな。そう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 。だいたい乗る前に変なことしとるらしいわ。ターゲットを見定めるような。はいはい。で、電車のホームでさ、物色しとるとか、あと何回も同じ区間を乗っとるとか。明らかに人が少ない車両でそれやったら、まあアウトやけどな。だから何もせんかったらいいだけやんな、要は。うん、そう、結局普通に電車乗っとったら捕まらんねんから。そう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 。これでさ、息したらアウトとか言っとるようなやつはちょっと的外れやなと思うわ。確かにな。で、もし女性側も、それがどうしても嫌やったら本当に女性専用車両に乗ってやるしかないよな。そうやな。女性専用車両がある路線やったらな。そうそうそう。そもそもこんな触られない痴漢でいちいち警察とかさ、駅員が対応してったらさ、手回らんくなる。こういう事件が出てくるとさ、男性専用車両を望む声っていうのが出てくるんや。はいはい。女性専用車両があるんやから、男性専用車両もないと不公平やっていう話もあって、そういうのを推進しとる団体があるらしくて。あ、そうなんや。男性専用車両イベントとかを企画しとる団体があって、NPO 法人、日本弱者男性センターっていう団体があって、で過去4回、都電荒川線、今は東京桜トラムっていう東京都の路面電車で開催されとったんやけど、今回は大阪で初めて、2024年は大阪でやろうとしとったんやけども、それが中止になったらしくて。中止になった理由は日程の調整がつかなかったとかそういうことなんやけど、この団体が金出して、車両を貸し切って男性専用車両イベントをやっとんだけど、それぐらいせんと鉄道会社が自主的に男性専用車両っていうのはやっぱやらんやんな、基本的には。男性専用車両は多分やらんよな。やるといろいろ問題が起きそうやなとは思うけど。それはそれでな。てか、そんなんあっても別に乗りたくないけどな。確かにな。むさ苦しいとかそういうことじゃなくて、電車をもし男性と女性で完全に分けてしまうとさ、男性用の車両に乗るのにさ、いちいちホーム移動するのめんどくさいやんな。そうやな。女性専用車両ですらさ、あるとめんどくせえなって思うのに。あんま現実的ではない。わざわざさ、その痴漢に疑われたくないからっていう理由だけで男性車両に乗るのバカバカしいしな。そうやな。なんでいちいちそんな気にしとらなあかんねんって。やるつもりがない人はな、わざわざそんな。そうそうそう。言ったもん勝ちになるのが良くない風潮やからさ。でもちろん痴漢をさ、擁護するわけじゃないけどさ、女の人ってよくさ、痴漢されたマウント取らん。言い方あれやけどさ。わかるわかる。世の中にそんなに痴漢多いんかっていう聞いとる側はな、思ってしまうぐらい、本当に痴漢されたっていう人が多いんさな。痴漢されたっていうのをさ、自慢げに話す女おるよな。おるおる。痴漢されたことあるんって聞くとさ、ちょっと怒り気味、食い気味にさ、私だって痴漢ぐらいされたことあるわ、みたいな言い方する女おるよな。そう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 。痴漢されるほどいい女アピールしたのかなって。痴漢されたいのっていうそうそうそう。ふうに思うよな、あれ聞くと。だからそれを真に受けたら世の中に痴漢って多いんやなって思う反面、女でその痴漢されて嫌なはずなんやったら、それなりにな、対策できるやろっていうのも思うけど。痴漢されたことないのが恥ずかしいと思ってる節はあるよな、女性って。確かにな。なんなんやろな、あれ。男にはない、あれやんな。ナンパされたことないの恥ずかしいと思ってる女もおるやん。それに近いやんな。なあ、確かにな。ナンパって別に本来されたいものではないような気するけどな。確かに。でもナンパされる美貌があるっていうことをおぼろげに言いたいんじゃない満員電車だとやむを得ず密着してしまうみたいなことあると思うんやけどさ、俺これ毎回思うんがさ、やむを得ず密着してさ、不覚にも勃起してしまったらどうなんのかなって思うんよな。でも生理現象やからな。その意図はなくてもやろ。自分が別にそういう風なシチュエーションにあったわけじゃないんやけどさ、もうどうしても密着せなあかん状況ってあるやん。本当の満員電車やと。あるある。ああいう時にさ、不覚にも勃起してしまったら、その捕まるんかな、もう勃起した時点で。例えば勃起しとる状態で電車に揺られて、そのブツが女の人に当たってしまって女の人が不快に感じたらアウトやろ。その意図はなくてもな。ってことは男は全員満員電車を取ったら犯罪者の可能性があるってことか。そうそう。あと別に匂いとかじゃなくて、普通にさ、夕方とか朝はあれかもしれんけど、疲れとる時に勃起することあるやん。あるね。あれもアウトじゃない。その理論なら。全然密着もしてなくて、普通に電車乗っとるけど。男は全員犯罪者予備軍か。予備軍に思われてもおかしくないで。やっぱ我々みたいに弱者男性はさ。そういう意識をしていかんとあかんわけか。いや、特に千秋さんも通勤電車やったらさ、気をつけた方がいいよ。確かにな、俺結構満員電車やからな、乗っとる。知らず知らずのうちに加害者になる可能性だってあるんやから。
その意図はなくても。冤罪とかもないわけじゃないしな。痴漢冤罪をさ、取り扱った映画でさ、それでも僕はやってないって、あったな。昔流行ったやん。流行った。あれでさ、主人公のその冤罪を疑われた人がずっと無実やって訴えとったんやけどさ、うん。その時にさ、検察側が主人公の家から痴漢者の AV が見つかりましたっていうのをさ、法廷で主張しとって、おー。で、主人公の容疑者になった人がさ、そんなこと言ったら男は全員痴漢犯罪者やねえかみたいな言っとって。確かにな。こんな理不尽あるかと思った俺。まあ確かにな。痴漢者の AV 見ただけで犯罪者扱いされるんやったら、男は全員犯罪者やな。もうな、痴漢者の AV なんて男はほとんど見たことあるやろうからな。そうやな。AV 見たからって実行するのはまた別やからな、もちろん。全員が全員イコールの癖を持っとるとは思ってほしくないな。こうやって言うとな、男ばっかり虐げられてっていう意見も出てくるのはしょうがないかもしれんけどな。確かにな。でもこういう痴漢の話になった時にやっぱりどうしても立場が低くなるのは男の方やから、男の主張をもっとしていかなあかんとは思うよ。俺もそう思っとったんやけど、最近はやっぱ社会的な弱者やん、女性ってどうしても。力で叶わんっていう意味では。そういう意味ではやっぱ女性って法律で守ってやらな生活できやんのかなっていうふうに思うようになってきたな。だって世の中な、女性なんてさ、社会の半分が男でさ、その男には力で叶わんっていうのはさ、自明の理やん。そうやな。それってすごいストレスやんな。よく考えたら。確かにな。まあ、俺ら男やからこういう男性側の意見やけど、もちろん女性側の意見からしたらな、それはおかしいやろっていう面もあると思うからな。男からすると、街中の半分が筋肉もりもりの黒人みたいな状況やんな。確かに。ストレスやんな、そんな。それはちょっと怖いな。何も口出せもしんし。弱者なんよ、女性は。女性は守ってやらなあかんのよ。なるほど。まあ疑われたくなかったら男性諸君はな、何もしなければいいんですよ。性的欲求を満たそうとか考えたらあかんってことよな。電車乗るときはもう無の境地で、キョロキョロしとってもアウトって言われかねんから、もう本当に。じっと何も見ずに目をつぶって立っときましょうっていうことやな。手を挙げてな。そういう感じで今日は触らない痴漢が急増しているって話を取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。